今回も引き続いて0式艦上戦闘機21型の作成です。前回は、コックピットとエンジンを完成させたんだったな。結果は、ご覧の通りでした。引き続いて機体本体の作成だな。その通りですね。それでは、行ってみましょう。まずは、本体内部の塗装です。青だけ色だな。はい、この青だけ色を、外から覗ける部分に塗っていきます。塗り残しがあったりすると大変だな。組み付けた後からでは、塗れない場合もありますからね。本体内部に組み付ける部品も、事前に塗装していきます。大体が足の部品だね。今回は、ギアカバーも先に塗装です。金具を使って本体組み立て時に挟み込むからな。内側は、青だけ色、外側は、機体色である明快白色で塗装です。ギアカバーの内側に塗り分けが必要なので、マスキングして塗装いたします。ここは、フリーハンドじゃふにゃふにゃした線しか描けないからな。逆にこういった場所は、気合で塗装だな。凹凸がはっきりしているので、気をつければなんとかなりますからね。99式1号、20mm 機銃です。機銃関係は、アイアンで塗装だな。ただ、この部品は、組み付けたら、覗き込んだとしても、ほとんど見えないな。さて、エッチングパーツの登場です。これは、そのまま塗装しても、塗料が食いつかないので、メタルプライマーをまず塗ります。そして、その上から塗装だな。メタルプライマーが剥げないよう注意して塗ります。塗装が終わったら切り離しましょう。デザインナイフか。随分強引じゃないか。専用の工具の方が良いんですかね。説明書にもナイフで切り離せってありましたしね。塗装完了です。地味にいろんな部品があるんだな。やっぱりギア部分が複雑ですね。今回は、稼働するギミックがあるもんな。それは、組み立てた後のお楽しみなんですけどね。組み立て前に部品を乗せるとこんな感じです。綺麗に収まるもんだよな。収まらなかったら接着できませんからね。ギア部分の構造ですが、バネを使って脚を所定の位置に固定する仕組みですね。力がかかりそうだから、しっかり接着しないとな。さて、それでは、主翼の上面を取り付けましょう。パーツとパーツの相性は抜群だな。さすがは、タミヤのプラモデルです。驚異のテクノロジーだな。そして、コックピットを挟み込んだ胴体を挿入します。こっちは、打って変わって苦戦したんだよな。きちんとしたポジションまで押し込むのに、どれだけの力を入れていいのかわからなかったんですよ。続けて、塗装前に尾翼を組み立てたいと思います。ここもエッチングパーツを使うんだな。はい、この通り稼働します。問題なく稼働することを確かめたら、もう片側を貼り付けてしまいましょう。接着剤の付けすぎには注意だな。垂直尾翼も、エッチングパーツを挟み込む構造になっていて、もう片側の部品に差し込んでおきます。垂直尾翼と水平尾翼を本体に取り付けたら、塗装準備は完了です。ここまでに相当の時間がかかったな。さすが、32分の1スケールです。さて、本体の塗装です。なんか、塗ってるのか塗ってないかわからん色だな。ミスターカラーの35番、明快白色です。説明書には、もう少し飴色がかった色が指定されてたよね。はい、その通りです。いろいろ調べて回ったら、明快白色でいく結論に至りました。しかし、この色、隠蔽力に難ありかな。かなり塗料を薄めたのもありますが、確かに隠蔽力は弱めな気がしますね。この、パテ埋めした部分が、ネックになりそうだ。逆に塗装完了の指標になりますね。1回目の塗装の結果です。やはり色合いが変わったようには見えないな。艶消しが入ってるんで、その部分がちょっと見て取れますが、これは、かなり重ね塗りが必要ですね。2回目の塗装を始めましょう。ポイントは、いつも通りだよな。とにかく、前の塗面を壊さないことに注意です。あとは、青だけ色など別の色で塗った部分に、はみ出したりしないようにするのがポイントでしょうか。そこは、最悪修正すればよいけどな。本体の明快白色も失敗しても、頑張ればなんとか、やり直しできますけどね。エアブラシの場合は、どうなんだろうな。
2回目の塗装の結果です。プラの色と塗料の色の違いが見えてきたな。逆に言うとムラだらけってことですね。いつものパターンになってきたな。重ね塗りを頑張りましょう。3回目の塗装です。さっきの塗装の指定色の話だけど、箱絵の色も、ちょっと緑か黄色がかった灰色だよな。色々な生地だとかを見ると、色味がかかったものは、塗料の変質が原因ということらしいです。変質後の色を塗っても良いんじゃないか。はい、そうかもしれないです。ただ、クレオスの塗料に適当なものがなかったのが大きいです。熱烈な信者だな。それと、どこが変質して、どこが変質しないか、わからないところがあったのもあります。そうこうしているうちに3回目の塗装も完了しました。隠蔽力が弱いと言っても、塗装の有無の差は明白だな。コックピットの後部の塗ってない箇所と、見比べたら一目瞭然ですもんね。それでは、4回目の塗装を進めましょう。今回は、何回の塗装で型がつくかな。どうでしょうか。機体背面のパテの色次第でしょうか。だいぶカバーできているじゃないか。下地が白でした感は、だいぶ薄まりましたね。ただ、あと3、4回は重ねないとダメそうだな。最悪、あの箇所だけ重点で塗るという手でいきましょう。すでに発色しているところを重ねると、モールドとかが埋まって良くないからな。パテ部分以外は、かなり落ち着いてきた感触です。やはり、重点で抑える手法だな。翼の広い面の一部も、まだ薄めなところがありますので、そういった部分も合わせて抑えていきましょう。5回目の塗装です。しかし、この色を見ていると、クロスボーンヴァンガードか、スターウォーズのメカを塗っている感覚になるな。確かに、とても似た色合いですね。個人的にデナンゾンなんか再販してほしいです。旧キットも手に入りそうではあるけどな。5回の重ね塗りで、ほぼほぼ出来上がったかな。よーく目を凝らしてみると、少しまだ揺らぎが見て取れます。次が全体の塗装として、最後の仕上げですね。大きな面を塗るときは、塗料がよく乗ってしまう場所と、薄くしか乗らない場所を、極力減らしていくのがポイントでしょうか。それが、ダイレクトにムラに直結するわけだもんな。塗る順番を毎回変えていくとか、塗料を筆に補給するタイミングを変えたり、いろいろ考えながら塗らないといけないですね。6回の塗り重ねの結果です。結果は、良好と言って差し支えなさそうだね。ただ、ネックの部分は、やっぱりまだダメです。宣言通り、ここだけ重点対応だな。明快白色の塗装が終わりましたので、コックピットの後部を塗り分けましょう。直線は、マスキングして曲線はフリーか。輪郭を面相筆で塗った後は、平筆で塗りつぶしてしまいましょう。まあまあの大きさの面だからな。本体塗装が完了したので、次は、デカールです。対戦機の機体だとデカール少なめだけど、このスケールはどうなんだろう。各種アラート表示が結構ありますからね、倍以上のボリュームがあるイメージです。その代わり、一つ一つのデカールが大きいんで、貼るのに失敗するリスクは、低めかもしれないです。油断大敵だけどな。当然、新しいキットですから、デカールの状態も文句のつけどころがありません。そこまで良いコンディションが揃ったら、失敗できないな。いつも苦戦させられる帯のデカールも、サイズがぴったりなので、楽に処置できます。いつもは、半分ずつ貼ったりするもんな。逆に苦戦したのが、こちらです。垂直尾翼の部分だな。垂直安定板と方向打の境目が鬼門でしたね。意外にデコボコしてて、貼り付けにくいんだよな。主翼に貼り付ける赤線なんかも気をつけないとな。細い上に直角に曲がっていますからね。位置決めに戸惑ったりすると、たちまちのうちにちぎれてしまったりしますね。ちぎれただけなら、まだ修復の余地はあるけどな。デカール貼りの後は墨入れです。まずは、大きめのモールドだな。タミヤの墨入れ塗料を流し込んでいきましょう。なるべくモールドからはみ出さないよう注意だな。後で拭き取る塗料が少ない方が良いですからね。ただ、この次の工程があるからな。細かな点々にも墨入れしていきましょう。これは、大量にあるからな。気が遠くなるな。一番小さな面相筆で、なるべくはみ出さないよう処置します。
そして、余分な塗料を綿棒で拭き取ります。力強くやりすぎて、必要な塗料も拭き取ってしまわないよう注意だな。機体本体の作成が一段落しましたから、次は、ギアの作成に移りましょう。他のギアカバー同様、内側が青竹色で、外側が明快白色だな。同じ手順のパーツを塗った時に、ついでに処置しておけば時間短縮できたのにな。そうなんですけど、パーツがありすぎて、頭が回ってなかったです。そして、試脚の支柱などは、セミグロスブラックで塗装です。ここら辺のパーツは、ちょっとした塗り分けもあるな。タイヤのホイールは、シルバーで塗装です。今回は、タイヤがゴム製の部品に分かれているから、塗り分けの手間が省けたな。ただ、ビリンについては、一体型なので、シルバーとタイヤブラックの塗り分けが発生します。ただ、モールドがはっきりしているから、塗りやすい部類だな。ラストは、車輪止めの塗装です。指定色は、フラットアースだったな。はい、なので、似てそうなダークアースを選びました。ギアに関わる部品は、これだけですね。それほど大量ではなかったな。工程の区切り目を間違えたかもしれません。組み付けて、デカール貼りまで行うとご覧の通り、うまくまとまるもんだな。まあ、プラモデルですから。試脚の取り付けは、ドライバーで行います。ビスで締め付けるんだな。力のかかる部分だから頼もしいな。折れたり、取れたりする恐れがなくて、本当に安心です。ビリンの方は、接着方式ですね。のりしろになる部分が大きいから、こっちも頑丈そうだ。さて、残ったパーツにかかりましょう。残ったパーツの方が圧倒的に多いありさまだけどな。いろいろなパーツの内側を青竹色で塗装します。青竹色が大活躍だな。ここまで使うことになるとは、思ってませんでした。いつもの10倍は使ってるんじゃないかな。普通は、コックピットの中だけですからね。そして、表側を機体色で塗装します。もはや、馴染みのパターンだな。青竹色の上に塗り重ねるのは、隠蔽力の関係で大変なので、実のところ、表の青竹色は、拭き取った方が早いですね。余生を買って、他の機体色の箇所も塗った方が効率が良いでしょうね。ここでエッチングパーツに気をつけないと、筆を傷めることになるな。はい、毛をに3本刈り取られてしまいましたよ。主翼の先端も塗装します。これは、都合4枚塗装します。主翼は1対しかないのにか。折りたたんだ状態と展開した状態の2対あるからですね。なるほどな。機体色で塗る、最後の大物が増装ですね。このキットの増装は、自由に脱着できるのが良いよな。遊び心に溢れるキットです。そして、エンジンのカウルの塗装です。セミグロスブラックの部分だな。綺麗に塗って、かっこよく仕上げたいですね。薄い灰色に対して目立つ部分だからな。あと、セミグロスブラックといえば、爆弾かくらいかな。カウルに比べると小さなパーツです。その爆弾本体は、というと、ニュートラルグレー一色だな。この色、久しぶりに使いましたよ。割とスタンダードな色なのにな。忘れてはいけないのが、プロペラ周りの部品でしょう。プロペラがなけりゃ、推進力が生み出せないからな。プロペラの羽は、表側がシルバーで、裏側が、セミグロスブラックになります。シルバーとブラックの境目が美しくなるよう、気をつけて塗装したいところだな。かつ、ムラも出してはいけません。基本中の基本だな。キャノピーに関しては、マスキング用のシールが同梱されてます。丁寧に線に沿って切り取ったつもりなのですが、どうしてもうまく合いません。本当にきちんと切り取ったのか、間違いないんですけどね。やはり、形が合わなかったので、今回もいつも同様、フリーハンドで塗装することにしました。0.1 ミリくらいのズレなんだけどな。今回のキャノピー塗装は、セミグロスブラックの上に、機体色の明快白色を塗り重ねます。最初に塗ったブラックがキャノピーの内側の色って意味だね。残るは、本当に細かな部品です。フラップに取り付けるマスバランスや、98式車爆照準器などを塗り終えたら、すべての塗装工程が完了です。塗装が完了した部品群です。
これに墨入れとデカール貼りをして、本体に取り付ければ、晴れて完成だな。それでは、まずは、機種周りから組み付けていきましょう。前編で作成したエンジンだな。次にエンジンカウルを取り付けます。こいつは、接着せずに取り付けるんだよな。なかなか、取り付けづらいです。簡単に作ってことは、簡単に外れるってことだからな。そして、プロペラを取り付けます。これも接着ではなく、ポリキャップに差し込む形だ。でも、硬すぎて、外そうと思うと壊れるレベルです。組み付けといっても接着しないものが続きます。エルロンは、エッチングパーツを差し込む形だな。これも、差し込むだけとはいえ、かなりしっかりくっつきます。翼端も差し込むだけか。接着してしまったら、取り替えが効かなくなりますから。増装は、ゴム製のオーリングに差し込んで固定します。あまりに硬すぎるからグリスを塗って差し込みます。力の入れすぎで壊れかねなかったからな。最後にキャノピーを取り付けて完成だ。今回も接着には、タミヤの多用途接着剤を使用いたしました。クリアパーツの接着には心強い味方だな。32分の1スケール、ゼロ式艦上戦闘機21型、完成です。いや、長いことかかったな。実質、2ヶ月かかりました。趣味としてのコストパフォーマンスは最高だな。上側からは、このような感じで仕上がってます。墨入れは、黒くなりすぎないか不安だったが、まあまあ良いバランスでできたかもな。墨を入れてる最中は、不安で仕方なかったですけどね。キットの大きさの感覚は、手の大きさと比べてみると、こんな具合です。まあ、ちょっとアバウトすぎるだろ。いつも使っている100均のマットと並べると、こんな感じになりますね。片翼で20センチくらいだな。機体仮面は、こんな感じです。パテの白さも、きちんと攻略できているな。何度も重ね塗りした回があったというものです。もう少し近づいてみていきましょう。間近で見ると、墨入れと用での汚れが、残ってる状態だな。本体色がだいぶ艶消しによってるので、そういうものが、どうしても残ってしまいますね。キャノピーは、説明書の指示では、接着しない方向なのですが、今回は、きっちり接着しています。ちょっと不安定すぎたからな。プロペラは、回転もしますし、カウルも自由に取り外して、エンジンを見ることができます。エンジン作成にかけた時間が報われるな。垂直尾翼のデカールは、今回一番苦労した部分かもしれません。境目の貼り付けだな。マークセッターで根気よく接着いたしました。翼端は、この通り、自由に取り外して、折りたたみ状態のものに交換することが可能です。エルロンやフラップの類は、稼働させられます。作ってる途中でも触れたけど、ジョイントがエッチングパーツだから、安心して動かすことができるのも良い点だな。そして、支脚は、胴体に収納可能です。ギアカバーも稼働して、きっちり閉まるのが良いよな。若干の隙間は、生じてしまいますね。許容範囲だとは思うけどな。スタンドに固定して、飛行状態も演出できます。本当に、至れり尽くせりのキットだな。まさに、お値段以上なキットだと思います。タミヤの他の、32分の1シリーズも作りたくなるな。一通り楽しんだら、箱の方に収納してみましょう。小箱を加工した柱と、内蓋を利用して収納する仕組みだな。作ったキットを劣化させずに済むのは助かります。もともとは、プロペラも外せって指示だったよな。プロペラは、外そうとすると、エンジンの部品を持ってかれるので無理でした。さて、32分の1スケールのゼロ戦は、いかがでしたでしょうか。色々なギミックが盛り込まれた、楽しいキットだったな。皆さんにもおすすめしたくなる一品ですね。しかし、最後にいつも出てくるターンテーブルはどうした？ゆえあって倉庫に行ってます。倉庫って、またどういうこと？また、コミュニティでお知らせしますが、引っ越しです。倉庫とか大げさだな。それでは、長い時間のご視聴ありがとうございました。また、高評価、コメントなど、いつもありがとうございます。引き続きプラモ作成を頑張りたいと思いますので、次回もよろしくお願いいたします。